日本人大活躍鈴木孝也、向こうの地元でケージの中入ったら周りどこ見てもこういうんだったりこういうんだったりそれ乗り越えて、もうね試合見てほしいっすわ。そろそろ行こうかっていう感じで行ったらもう倒せねえぞ、大砲壊れたんで、加賀谷さんが「膝もうちょい上!」って上上げたら「で折れてんのか」ダズンマダースロースロースロー。あんなヘビー至上主義だったダナがフライの方が面白いって言ってますから。Welcome to リンヤマンチャンネル UFC 日本人大活躍。今年入ってから自分の周りの選手たちが3試合ありましたね。京二さん、鈴木孝也と中村圭一郎。自分のすごい近くで、自分にとってもすごい大きな3試合だったんで、3人とも勝って、すっげえハッピーです。その辺ちょっと、振り返りっていう形でちょっと、リンヤさんに振り返っていってもらいたいな。よろしくお願いします。鈴木孝也、なんと21歳ですよ。フューリーのチャンピオンタイトルマッチを見事2ラウンド KO で勝ってベルト獲得っていうすごいことしました。すごいことですね。過去にその日本人でそれを成し遂げた方っていうのはフューリーのチャンピオンはいないと思いますね。わかんない人も多いと思うんで、それを説明すると、アメリカはフィーダー賞って言って UFC ファイトパスっていう UFC のアプリでも生配信がされる団体がやっぱあって、何団体か、10個ぐらいかな世界、だと思うんですけど、その中の一つでフューリー、アメリカの団体で、そこのチャンピオンたちが UFC に。なるほど。私もわからない人間の一人なんですけど、UFC がここにあってフューリーがこことかベラトールとかも合わせて、ベラトールはベラトールで、今はないです。PFL っていう団体と合併しちゃって PFL になってるんで、PFL は PFL で、そっから UFC っていう流れではないです。もう PFL は独立して、一応メジャーの一個として活動してる団体だと思うんで、割と、なんていうんですかね、日本からもちょいちょい PFL に出てたりする選手もいるんですけど、UFC に出るためには、主にそういうフィーダー賞って言われる団体で、活躍してチャンピオンになってUFC から声がかかるっていう契約の仕方が多いなっていう印象ですね。海外の選手は。フィーダー賞っていうのがその UFC につながるってことですか？つながる団体です。わかりやすく言うと傘下の団体みたいな感じかもしれないです。なるほど。ということは日本のライジンもそこに一応入るんですか？いやー、割とライジンのチャンピオンが UFC に行ったりはするんですけど、ライジンもライジンで別に UFC のファイトパスに入ってるわけではないし、ライジンもライジンで独立したメジャー団体として機能してるんだと思うんですけど、主に UFC で活躍したいチャンピオンになりたいっていう選手はフィーダー賞で実力をつけていくっていう感じです。で、なんとパンクラスがフィーダー賞入りしたんですよ。UFC とつながって、UFC ファイトパスっていうアプリで結構みんな試合見たりするんですけど、日本だと今 UNEXT があるんですけど、主に世界では UFC ファイトパスで見られてて、そうなんですね。そのファイトパスで生配信で見れるんですよ。フィーダー賞に入る。世界中のファンに目につきやすくなる。非常に。パンクラスで活躍した日本人選手は、UFC につながる可能性が大いにあると。大いに可能性が高まりましたね。すごい、だから日本人にとってはロードトゥ UFC なのか、それともどんどん派手な試合で勝ってって、コンテンダー、シリーズっていうコンテンダーに入っていくのかっていうところで、大体わかる。でももう一つできたってことですね、そのパンクラス。ルートが、パンクラスのフィーダー賞になったんで、パンクラスの方です。ただ、そういう状態ではなかったじゃないですか。ここ数年はずっと。なんで、ロードトゥ UFC がメインの、ルートにはなってたと思うんですけど、孝也は一人でアメリカ行って、そのアメリカで実力つけて、フィーダー賞のタイトルマッチのオファーがかかり、アントニオ・フィゲイレードっていう選手とフューリー FC でタイトルマッチ。で、相手も結構バネがあって、
KO パンチも持ってて、でフューリー FC でこうアマチュアから上がってった選手なんです。で、5-0のパーフェクトレコードで、これ完全にフューリー側としては、アントニオ・フィゲイレードの舞台なんです。フィゲイレードチャンピオンにさせるみたいな。っていう場をセットされてたんですよ。ターヤはそれですごい一人だし、アメリカで。すごいいろんな怖さと戦ったと思うんですけど、それ乗り越えて、もうね、試合見てほしいっすわ。ファイトパスだったら見れると思うんですけど、2ラウンド KO 勝ちで、ベルト獲得と。今のチャンピオンのジョシュア・バンっていう選手も、フューリー FC からの UFC ですね。決まりなの？UFC ですか？そういう話は来てるんですか？まあそこがちょっと難しいところで、チャンピオンになった全員即契約ではないんですよ。いろんなことを多分見てるんだと思うんですけど、UFC は。試合勝った後も、めっちゃ相手側のファミリーに追いかけ回されて、向こうはガッチガチ、ファミリーも連れてきて、その向こうの地元で対戦相手の。ターヤはケージの中入ったら周りどこ見ても、こう言うんだったり、こう言うんだったり。でもそんな中で過去最高のパフォーマンスして KO したんですよ。コーチも一人しか連れてこない。そういう背景があった。これを知ってほしいですね、みんなに。なるほど。すごいいい選手なんで、SNS では話題にはなったとは思うんですけど、まあでも届くのは一部じゃないですか。そうですよね。なるほど、なるほど。はい。これもそうっちゃそうだけど、でもね、はい。これをきっかけに知ってくれる人もいたら嬉しい。あとはまあ、やっぱドリーマーズのファーストシーズンから一緒にやってますから、まあずっと応援してるし、ますます楽しみになったな。UFC325 でロードトゥ UFC の決勝戦がありました。はい。そこでフェザー級で優勝した、ケイイチローの試合です。おめでとう。おめでとうございます。ありがとう。聞こえたっすね。なんか来たっすね。興奮しましたね、ケイちゃん。私は。私としては、やっぱ1、2ラウンド、これいつものケイちゃん、どうしたみたいなところがあったんで、なんかあったのかなとか思ってたんですけど。まあ、そうですね。いつものらしさが、どこ行ったんだって思った人も多分多かったと思うし、本人も多分それを試合しながら感じてた。なんかスイッチ入んねえなっていうのは感じてたことだと思うんですけど、その辺は原因も多分見つかった、生活の仕方、コンディションの作り方みたいなものを振り返って見つけてたし、そういうの修正する能力がやっぱ高いんで、同じミスはもうないと思いますね、僕は。なるほど。そこをうまく、サレーもやっぱ強かったですから、まあ、うまく消したっていう見方もできるっちゃできますね。なるほどね。相手がね、やっぱ結構ね、思ってたよりね。強い。質量あってね、いい動きだったんですね。出入りが、思ってたよりこう、弾く力みたいなのがすげえ強えなと思ったんですね。体の。そこにこう、合わせていくのは結構あれ難しいとは思いました。じゃあ、その中で3ラウンド目、殿下の方と膝。あれを入れられるっていうとこは、いやすごい。毎回なんか当て感すごくないですか？当て感って言ったら失礼なのかもしれないけど。いや、でもまあそこなんですよ。当て感なんですよ。当て感なんですかあれ。はい。当て感なんですよ、あれは。こんな綺麗に。いろんなどうこうじゃないですよ。あれは当て感なんですよ。当て感なんです。ケイちゃん直接聞いていいですか？いた方がいいんだ。お願いします。おめでとうございます。あ1ラウンド、2ラウンド目が、なんか怪我してんのかなとか思うぐらい、見てる時間が。1ラウンド目は見ようだったし、作戦も。作戦通りなんです。伝統派空手でスイッチもするから、距離をまず見ようっていう。足削ってこう、作戦通りっちゃ作戦通り。だからそれを、後ろでやっちゃったっすね。要はプレッシャーかけてじゃなくて、待ちでさばいちゃった。なるほど。前でさばきゃよかったんですけど、まあまあでもさばいたから2ラウンド目よし、そろそろ距離も上がってきたし、行こうかで一発目でダチンっすよ、これ。ダチン。そろそろ行こうかっていう感じで行ったら、当たったんすよ。左ストレートが。ほんで当たったら折れたと。そうなんですね。あれ距離掴んで当てたのに、もう倒せねえぞっていう。大砲壊れたみたいな。言ったら。そうですよね。感覚的には。今、1ラウンドも見てたのも何も意味ない。意味なくはないですけど、作戦としては、左がもう当てても倒せるパンチじゃねえっていう。
ラウンドになっちゃう。だからまあ、後手後手で。あとさ、試合に向けて、僕も日本いたんで一緒に準備したりもしたんですけど、オーソで来ると思ってたんですよ。で、その距離でずっと練習してって、僕がだから、最初にパーって立ち合いオーソで来て、バチンインロー蹴って、すぐサウスポーにしたんですよ、相手が。で、もう効いたと思って、イエーハーっつって、そっからずっとサウスポーなんですよ。あれサウスポーか。警察ちげえ。俺もそうだったんですよ。ターヤもミーヤさんと作ってたのに、二人ともサウスポーなのに、二人でオーソの練習してたっていうのもまあまああるし。なるほど。まあサウスポーも練習してたけど、比重的にはね、オーソの方が作ってたしっていう。ダウンしたでしょ？あれはフラッシュなんですか？別にダメージない。いやでもね、見たらわかるんですけど、落ちてないんですよ。だから初動は見えたんですよね。左来るっていう。だからもう、バンじゃなくて、バイン。リカバリーも早かったというか、背中ついてないですよ。真っ暗になったとかは特になく。もう印象は良くないし、まあダウンだよねっていう感じで、スコアとして。最後の膝っていうのは、もうずっとこう狙ってたんですか？それとも。膝はでも狙ってた。右膝は狙ってたんですよ。右に、僕の目線からしたら右に頭下げるから、こっちに頭がある。このラインって右だから、右の、こっちの膝を2回狙ったんですよ。そしたら腹に2回当たって、その後高谷さんが、膝もうちょい上指示が出たんですか？で、上上げたら当たった。戦艦と一緒ですよ。腕バーン立ちほんとそんぐらいの話。これ見てもらったら多分わかるんですけど、高谷さんの、膝もうちょい上が入ってて、ほんと上上がって、まあそれが最後左だったっていう話で、膝は狙ってたっす。さっき当て感言ってくれたっすけど、セコンドの位置から、その当て感ある高谷さんの方が俺やばいと思う。絶対やばい。確かにそうだよ。何かが繋がってたとしか思えない。思えないですね。高谷さん。やっぱ一緒に戦うってこういうこと。こういうことなんだ。今後、UFC の切符を手に入れたわけだよね。はい。ということですね。はい。まずはどういうふうにリアマンチャンネルを見ている視聴者さんたちには、どういうふうに伝えていけばいい？何今後のうるさい。今後、どのようにキャリアを積んでいきたいかってことよ。フェザーは猛者とか言うけど、全部猛者だから。別に。って思ってるし、全部勝っていかないとダメだし、全部タイトルの感じで、感覚的に。そんぐらいのやつが出てこなきゃ困るし、やっぱ USC だから。本当全員さっきも言った通り何かしらのチャンピオンがこう来る舞台なんで。そうですね。はい。まあ本当にタイトルマッチ経験者しかいないようなとこっすよ。決勝の相手サレーだってエターナル MMA っていうオーストラリアのチャンピオンで2回防衛してますから。ロードの決勝ですらそういう選手が来るっていう場所なんで、楽しみしかない。とりあえずその怪我治さないとね、どれぐらい完治する予定なんですか？まあ半年ぐらいですかね。今年どっちにしろ1試合ぐらいだったんで、ちゃんと作って、ちゃんと直して、まあその今回の反省点もいろいろ含め仕上げて。後半ぐらいに進化した姿で見れると思いますね。3試合目は先週末の京二さんの試合です。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ひたすら強かった。いや、本当に、はい。強かったです。いやー、でもやっぱ、アルバジ強かった。アルバジじゃなかったら倒れてる。あんなもらったら立ってられる自信ないっすわ。やっぱそうですよね。やっぱちゃんと本当に UFC の5位とかその付近のやつらっていうのを感じましたね。本当に。モレノ戦とか、その前の試合見てた感じ、これもう、京二さんについていけないし、攻めるシーンみたいなのって、アルバジが攻めに行くシーンみたいなのもないんじゃないかなぐらい思ってたんですけど、サイズが思ってたよりでかいっていうのあったし、やっぱその質量感で下がんなかった。もうプレッシャーちゃんとガンガンかけて、今まで見てた試合よりもフットワークもすごい軽そうで、アルバジ自身も。なんか試合前のインタビューでいろいろ向き合って本来のアミール・アルバジを取り戻したんだ。それを出すから楽しみにしててみたいなインタビュー見て、おっとちょっと違うバージョン出てくるかもとか思ったけど、まあ、
そんな大きくは変わらないですけど、でもすごいやっぱコンディション良さそうで、1の後半とかを飲みに行くぞみたいな気持ちも、アルバジからもちょっと見えたような瞬間があったり、そこで何事もなかったかのように飲ませない教授さんの強さみたいなのがすごい心惹かれましたね。積み上げてきた歴史がちげえよみたいなのを見せつけてきたような感じですかね。雷神っていう舞台で京治さんもやってたと思いますけど、雷神は雷神で王道じゃない、すごいいきなり癖のある選手が出てきたり、それをいきなりぶつけてきたり、いきなり金太郎さんが来たりとか、ズールとか、そういうなんか、いろんなイレギュラーが起こる、そういう相手とグリップが効かない中でやってきたし、なんか根っこの強さが一つ二つ違ったなっていうのは思いましたね。でも何より、1のその頭に当たったパンチの音がもうすごい乾いたパーンと落としたんで、はい、って思って、でもそのパンチをガンガン当ててるから、あ、折れてないんだ。あ、なんか捻挫かなんかかなと思ってた。で折れてんのかみたいな。みたいな。僕も折ったんですよ、試合中。はい、で、ちょっとコツって試して、折れたの分かったんですけど、やったら、あ、これダメってなって。その手は温存のまま試合したんですけど、Doesn't matter! スローアドレナリン出てると痛くないみたいな噂聞くっすけど、痛いよね。痛いよね。で、ちゃんと痛いっていうか分かる。あ、まあそうね。痛ーとかもあるけど、分かる、さすがに。痛って分かる。痛とかは分かる。感触が違うんですね。でもそれは京治さんにしちゃうと、へっちゃらなんですかね、京治さんは。ダズンマターなんですかね。スローで、折れてても、前手とか足でさばけるっていうのも、すごいんですよ。1ラウンド目でもうあれで、2、3をそれでいけちゃう。まあもちろん右も使ってるけど、他の武器が半端じゃないから、いけちゃうんですよ。アルバジも、あ、こいつ折れてるって思ってやってなかった。アルバジが相手選手は分かるもんなんですか、それは。その相手が、拳やられた。ベラは分かったね。でもそう、分かったよって言われたんですよ。サミは分かってなかった。だからアルバジも多分当然分かってなかった。みんな振ってくるし。とはいえ、前手のフック怖えし、アルバジからしたら、忙しい。骨がどうとか、させない。これは強いよ。ケージの中じゃ超絶強さっすよ。やっぱあの人は本当にこの世界でチャレンジ自体に人生をかけてるというか、これ終わったら死んでもいいやみたいな気持ちでアメリカ来て練習やってるって言ってたんで、そのままなんかそれを本当に体なんかどうでもいい、戦いで俺は見せるみたいな、何の躊躇もなくやっぱ出てた。本当かっこよかったですけど、拳やっぱ大事だし時間かかるんで、本当にしっかり直してほしいなっていう気持ちですね。お二方とも。本当ですね。京治さんの UFC ランキングが5位に、あれですね、モレノの上行きましたね。5位京治さん、4位ロイバル、3位が平君、そして2位がマネル・ケイク、1位にパントージャチャンピオン女子アバン。今かどうかは一旦置いといて、2位のケイプには一本勝ちしてますから、結構そういう話ですよ。そういう話ですね。本当にやばいっすよ。もうあと2手ぐらいじゃないですか。2試合もいらないっすよ。もう次タイトルでいい。まあなんか誰から一番最初にやるか。順番はもう列がすごいっすね今。はい、楽しみですね。フライ級。だってあれですよ、ダナがフライ級とヘビー級どっちが好きっていう質問に最近、フライって答えたんですよ。マジ？あんなヘビー至上主義だったダナが、あとフライちょっとバカにしてたり。そうっす。ナックスとかも一時期言ってたダナが、ヘビーよりフライの方が面白いって今言ってますからね。それって日本人選手たちの功績って結構大きいんじゃないですか？まあもちろんその中には、平君も京治さんも、含めて面白いですから。若い技術がフライでね、ヘビーの面白さダチーンだもん。そうですね。細かいなんか技の攻防、位置取りとか。今はフ
らい。ウルフギャングステーキーズ。ヘリはね。はい、割烹料理の極上の味を今回も楽しませていただきまありがとうした。ございます。以上が、2026年最高のスタートダッシュを切った日本人、特に自分の周りになっちゃうんですけど、3人の試合振り返りでした。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。はい、ルートにはなってたと思うんですけど、はい。Hold on. We そこにいいんだもんだって今来ちゃっただから話しづらい。2試合目、